はい、こんにちは。このような木材に簡単に溝を作ったり、かっこいい装飾を簡単に作ってくれる電動工具トリマー。前回のボリューム1では付属のストレートガイドに木材を取り付けて、実際の加工をする際に木材側面に金属が当たることなく対象物を傷つけにくかったり、中央の空間部分、ここを塞ぐことによって対象物の角の部分が空間部分に引っかかりにくく、作業効率が向上する木材の選び方と簡単な取り付け方について解説をしていったんですけど、例えば木材の端の部分、ここにこのような型じゃくり加工、このような形を作りたいときは、取り付けた木材、これをストレートビットなどに当てて加工すると、ガイドに取り付けた木材と接した状態で電源を入れることで非常に危険な加工となり、綺麗な加工もできません。なので今回はあえて中央の空間を空けることによってストレートビットを使ってこのような型じゃくり加工も好きな幅で型じゃくりを作ったり、このようなベアリングがついてない V 溝ビット、これを使ってこのように面取りなどができて、対象物に直接金属を当てずにガイド幅を伸ばすことで作業性が良くなるために取り付けていく木材の簡単な取り付け方について解説していこうかと思います。それではやっていきましょう。まずはじめに木材にトリマー加工をする際に、木材の表面に対して直角でまっすぐした溝を掘ったり、平面上もまっすぐとした綺麗な溝を掘るポイントとして、トリマーのベースプレートとストレートガイド、これが加工する対象の木材にぴったりと密着して加工しないと綺麗な溝は掘れませんので、前回のスタンダードに取り付けたこちらの木材、これは中央の空洞部分、ここも木材を通して塞ぐような形にしましたので、付属のストレートガイド、これからはみ出した部分を約1センチほど大きめのサイズで作ってました。そして今回はこちらの空洞、これを利用して加工できるための木材を取り付けていこうかと思いますので、スタンダードな木材と同じように付属のストレートガイドの端から出た部分、これを同じように作るとスタンダードに比べて作業性が悪くなりますので、今回も前回同様アカシアの集成材の端材、これを空洞の内側から10センチのところまで木材が来るように2本の集成材をそれぞれ10センチにカットしていこうかと思います。I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day. このように2つのアカシア材をそれぞれ10センチずつにカットしていきました。そしてトリマー付属のストレートガイド、これを掘りたい位置を調整するノブナット、これを外して木材を取り付けるこちらのパーツ、これに上下の部分はストレートガイドの角の出っ張りより1段下のこちらのライン、これと横幅は内側に折り曲がったこちらの金属、これと小口表面が揃うような形で両面テープを使って仮止めをしていこうかと思います。Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, このよう I に never feel. 両面テープを使って2枚の木材を固定していきました。そしてPlay with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna 分解していたストレートガイド、これを never wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you can give この状態で一度トリマーに戻していきます。そして多少厚みがあるような木材にトリマーの電源は入れずに実際の加工と同じようなシミュレーションをしてみます。
デモンストレーションで木材の長さを長く感じたりされた場合は、必ず金属の外側に来るような形で長さを調整してください。そしてこの長さで問題なければ、再度こちらのパーツに戻して目印一発くん、これを使って取り付け穴の中心を見つけ出して、ドリルガイド、これを使って取り付け穴と同じ位置に 5mm の貫通の穴を作っていきます。そして出来上がった貫通の穴、ここに太さが 4mm の皿ネジ、これを取り付けて、木材表面からネジの頭が飛び出ないように皿取りビット、これを使って出来上がった貫通の穴の片方だけを皿取りしていこうかと思います。このような形で2枚の木材に4箇所のネジの取り付け穴を作りました。そしてストレートガイドにネジとナットで木材を取り付けて、これだけでもいいかとは思うんですけど、実際に加工するときに木材と対象物が接する角の部分、ここが対象物に引っかかりやすいかとは思いますので、皿取り加工した方向の内側の角の部分、ここを面取りビットを使って斜め45度にほんの少し面取り加工していこうかと思います。このような形で2枚の木材の内側に面取りを入れたら、ストレートガイドと木材を合わせて木材の方向からネジを通していきます。そしてワッシャーを通してナットの向きに注意しながら手で止まるところまで回していきます。そして同じようにもう1箇所の穴、これも止まるところまでナットを回してネジを固定して、木材とストレートガイドの位置関係に注意しながらナットをモンキーレンチなどで固定して、プラスドライバーできつく締めていくと片方の取り付けができました。そして同じようにもう片方も木材を固定して、You don't do, well I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you. ストレートガイドをトリマーに戻して、ベースプレートと木材の関係が直角になって、スケールと木材の間に隙間がないことをそれぞれ2本とも確認をして、問題がなければこれで中央に空間が空いた木材の取り付けは完了です。そしてこのような一般的なストレートビット、これを使って肩じゃくりの加工を作るときは、ストレートビットの刃の部分と木材の関係を直角になるようにビットを合わせて、木材表面からビットの刃の外側の先端部分、ここまでを空洞部分までストレートビットを入れて好きな幅で調整します。そして溝を掘るときと同じような感覚で木材の側面にストレートガイドを当てて加工していくと、
Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. このような型じゃくりを作ることができます。そしてこのような型じゃくり加工、これを作るとここに釘などを使って木材を取り付けたりする場合も、釘の頭を隠してしまう相じゃくり加工や、このような DIY で定番の額縁、このような加工も木材を取り付けるときに中間を開けていくとストレートビット、これ1本でいろんな幅の型じゃくり加工ができます。そしてこのような型じゃくりを使って相じゃくりや額縁を作ったりする作り方、これはこのような型じゃくりビット、これを使った作り方の方も公開しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。このような形で今回はストレートガイドの木材の取り付け方ボリューム2ということで、中間を開けた状態で型じゃくりなどを作っていく木材の取り付け方について解説していきました。ぜひね、このようなネジで取り付けてますので、通常一般的に溝を作ったりするときはこのようなボリューム1のスタンダード、ストレートガイドや V 字ビットなどを入れて型じゃくりを作ったり面取りをするときは2枚の木材を使って中間を開けていく今回のボリューム2、こちらの2種類を作っておくと木材に金属が直接当たることなく傷つけにくく、付属品のストレートガイドより長くなって作業効率も良くなるかと思いますので、2種類の取り付け木材を作って用途に合わせて付け替えをして綺麗なトリマー加工を楽しんでいただければと思います。今回の動画参考になった、気に入ったと思っていただけましたらですね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。